酸素を全身に効率よく届けるために大切な最大酸素摂取量の強化について、フルコンタクト空手の競技特性に合った試合で勝つために必要なスタミナで最も重要なのが、ここからここまでが 100m みたいな感じで、この3等分して 200m 全力ダッシュ 100m ランみたいな感じで。おすこんにちは、空手家ごです。今回も先週に引き続きフルコンタクト空手をしている人の中でものすごく多い悩みであり、たくさんの人から受けた悩み相談でもあるスタミナがない、試合でいつもスタミナ切れしてしまう、そんな悩みを持つ方に役立つどうすればフルコンタクト空手の試合で本当に必要な最後まで動き続けられるスタミナがつくのかについて解説していきたいと思います。ちなみに、前回はこちらで、マラソン的なスタミナトレーニングがフルコンタクト空手の試合に及ぼすメリット、デメリットをお伝えしましたので、気になる方や試合前までマラソンをしてしまっている人で前回の動画をまだご覧いただいていない方はぜひこちらの動画をご覧ください。では今から僕が試合に勝つために大切にしていたスタミナトレーニングについて解説していきます。今回もお伝えする内容を、大切な3つのテーマに絞ってきました。1つ目、フルコンタクト空手競技のようにこの打ち合いになった際に最大の出力、短時間で回復、また打ち合いで最大出力という、こういうことを繰り返す、競技特性に合ったインターバルトレーニングについて、そして2つ目のテーマが酸素を全身に効率よく届けるために大切な最大酸素摂取量の強化について、そして、3つ目が僕が現役時代に大切にしていた瞬発的筋持久力とは、このテーマについて解説していきたいと思います。では早速1つ目のインターバルトレーニングについて解説したいと思いますが、前回お伝えしたようにフルコンタクト空手の競技特性に合った試合で勝つために必要なスタミナで最も重要なのが瞬発力と短期回復力で、これに相性がいいのがインターバルトレーニングと言われるトレーニングになります。ちなみにインターバルトレーニングとは強度の高い運動と、休息または強度の落とした運動を交互に繰り返すトレーニング方法で、僕も大学生の頃から意識的に取り組んでいた方法になります。イメージとしては、イメージというか、高強度、これもバーンっていう瞬発力をしっかり使った一気になんですかね、こう自分のマックスまで持っていく、高強度のトレーニングと、今度はこのランニング的な簡単に続けれる心拍を落ち着かすような強度のトレーニング、または、休憩を交互に繰り返すっていうトレーニングですね。これインターバルトレーニングっていうトレーニングになります。ただこれインターバルトレーニングと一言で言ってもいろいろなやり方があり、瞬発力に、寄ってるメニューからこの持久力寄りのメニューまで様々な方法があるので、これもちょっと競技特性や自分のレベルに合わせて調整する必要は出てきます。簡単にいくつかご紹介しますが、例えば僕が大学生の頃に、初めて行ったインターバルトレーニングは、ちょっと今考えれば少し設計が甘いんですが、当時住んでたところの近所に、少し大きな公園があってですね、そこの、なんつうかね、敷地の外周を走ると、一周900メートルだったので、これ、実は当時バイクを乗ってでですね、よいしょ。この公園が、あって、その、外周を、こんな感じだったかな。この辺には普通に民家とか、アパートとかみたいなのがあるんですけど、ここの道路を、バイクでぐるぐるっと走って計測したら、ここが、900メートルだったんですが、ちょうどここからここまでが450メートルみたいな感じで、ここからここまでで、ここから450メートル、ここまでをもう全力で、もう足がもつれるぐらい全力でダッシュして、ここからここまでを、ランニングで流してっていう感じで、これを、5周っていう感じのメニューを作ったり、あとこれ今度はですね、これを3つに分けて、これもバイクでちょっと走ってメーターを見ながら、ここからここまでが200メートル、ここからここまでが100メートルみたいな感じで、この3等分して、イメージとしてはここの電柱まで走るとちょうど200メートルぐらい、
ここの電柱からここの建物の壁のあたりまで来ると100メートルみたいな感じで、これをちょっと3等分にできるように自分でちょっとメートルを測っていって、200メートル全力ダッシュ100メートルランみたいな感じで、これを3周するっていう形で、こういうインターバルトレーニング、ダッシュ系のインターバルトレーニングです。これは大学生の頃に僕が実際に、やってたトレーニングメニューになります。これ以外にも、短距離走と短時間の、本当これよりももっとギュッと短くした、短距離走とものすごい短い休息を何度も繰り返すメニューなど、自分が出せるもう最大出力マックスのバンって出力ですごい短い休息、バンっていうマックス短い休息を、組み合わせてメニューを組むことで、試合と同じような負荷と回復力を養っていくっていうことが目的のトレーニングになります。他にもインターバルトレーニングの中でも、僕が現役級に、急激に、有名になった立命大学のですね、教授である田畑先生という方が考案した田畑式トレーニングっていうのがあったんですが、これに関してはですね、本当トータルで4分で、できてしまって、スポーツ選手の、心肺能力の向上に役立つということで、もう一気に世界的に広まったメニューがあるんですが、これもですね、短時間の、高強度のトレーニングと、休息のメニューなんですが、田畑式って、調べたら、田畑プロトコルだったかな調べてもらうと多分出てくると思うんですが、これに関しても、消しちゃったな、さっきのまあいいや。この田畑式トレーニング、に関しては、この20秒の高強度の、トレーニングと10秒の、休息または軽い、運動、低強度の運動を繰り返して、これを、8セットか。8セット繰り返すとちょうど4分で、これが終わる。で、しかもこれが、スポーツ選手の心肺能力向上につながるということで、研究結果も出て、一気にちょっと世界的に有名になった方法なんですが、これもかなり試合に近い、トレーニングな上に、このかなり短時間で有酸素系と無酸素系を同時に鍛えられるので、おすすめのトレーニング方法ですし、僕もちょっとこれを参考にメニューを組んで当時やっていましたし、確実にいいトレーニングなんですが、これ意外とこの20秒10秒で4分で終わるっていうのだけ先行して理解しちゃったのかわかんないんですけど、これの20秒のトレーニングの部分をなんか腹筋とか、腕立てとかちょっと強度がそれ低すぎるんじゃないかっていうメニューでやってしまって、なんか目的がこれ結局ちょっと田畑トレーニングと違ってきてるんじゃないかなっていう人が正直少なくないかなっていうのはいろんな人の話を聞いてて思った部分なので、このですね田畑式で20秒10秒でしっかり効果を上げたいんであれば、この20秒の部分は本当にしっかり全身を使って、心拍をしっかりバコンってたった20秒なのにガンって上げれるぐらいの高強度のメニュー、全身運動の高強度のメニューを入れて組まないと、正直実際に目的に合ったトレーニングになってこないので、ちょっとメニュー選びに関してはちょっと気をつけていただきたいなと思います。ちなみにこういったインターバルトレーニングはもう酸素のこの摂取量ですね、体に取り入れる摂取量を増やしたり、酸素の利用効率を劇的に上げることができるようになるので、試合のスタミナアップに確実に寄与してくれます。細かいことを言うと、このミトコンドリアの増加などで試合のスタミナアップにつながる、瞬発力の持続に伝わる機能が上がるなど、様々な効果があるんですが、とりあえず今回はインターバルトレーニングとこの強度のメニュー選びが大切っていう大まかな部分でも覚えておいていただければと思います。ちょっと一つ目でめちゃくちゃ長くなっちゃったですね。ちょっと二つ目からもう少しちょっと簡素にちょっと解説できればなと思いますが、もし、今回の動画ですね、見て、よかったとか勉強になったと思ったら、動画の下にある共有ボタンタップして、ぜひちょっとあなたの SNS で、シェアしていただけると、嬉しいです。では引き続きこの2つ目の、酸素を全身に、効率よく届けるために大切な最大酸素摂取量のこれ難しいな。最大酸素摂取量の強化について、解説したいと思います。先ほどご紹介した、インターバルトレーニングも試合に近い形で最大酸素摂取量を強化することに、向いたトレーニングなんですが、この最大酸素摂取量を強化する方法という点だけで見ると、この様々な方法があります。
例えばですが、この要素分解していくと最大酸素摂取量は、1回の拍動でこう送り出せる血液の量だったりとか、前回見たみたいな毛細血管の、量だったりとか、当然酸素を運ぶ血液内にある赤血球とかヘモグロビンの量だったりとか、またその運ばれてきた、エネルギーを、効率よく使う筋肉の利用の効率の良さだったりとか、いろんな要素に分解できるので、細かいことを言えば今の自分はその中のどの能力にアプローチすればいいのかとか、どの方法が自分のレベルと、競技に合っているのかといった、ちょっと細かいことになってくるんですが、これ言い出したらキリがないので、今回はちょっと大まかにまとめて伝えられればなと思います。とりあえず初中級者のうちは前回も解説したマラソン的なトレーニングで最大心拍数の 50% ぐらいの心拍で行うマラソン的なランニングのトレーニングですね。軽いランニングみたいな感じなんですが、それを30分程度行うことで毛細血管を増やしたりとか、スタミナの元にもある、赤血球とかヘモグロビンを増加させたりとか、この要はスタミナのベースになる部分を強化することをまず第一優先としてもらって、一定のレベルを超えてきたらそれに強度を上げて、今回紹介したみたいなインターバルトレーニングで試合に近い形でスタミナ能力向上をメインにアップしていくっていう形にシフトしていっていただければなと思います。その上で試合が近くなったら体のエネルギー消費の、サイクルを競技に特化させるためにマラソン的なトレーニングではなく、競技に合わせたこの瞬発力と短期回復っていう能力に、標準を合わせたトレーニングにすることをお勧めします。ちなみに当然ですが、この赤血球とヘモグロビンを増やすには、元になる栄養素が、ないとできないので、日頃の食生活には十分注意していただいた上で、今回のメニューはちゃんと挑戦するようにしてください。そして最後の3つ目、僕が現役の頃に大切にしていた瞬発的筋持久力について解説したいと思います。ちなみにこの前回もお伝えしましたが、この瞬発的筋持久力っていう言葉なんですが、これ僕が重要視していた要素ではあるんですが、あくまでこれトレーニングをジャンル分けする際に僕が理解しやすくするために作った完全な造語なので、これ外で専門用語だと思って使用すると恥をかくので、ちょっとここはちょっと気をつけてください。あくまで僕のチャンネルを見た方がそういうジャンルのトレーニングっていう感じでざっくり、理解するために使っていただければなと思います。ちなみにこちらですね、瞬発的筋持久力とは、読んで字のごとくなんですが、一気に全力までこの出力を上げるこの瞬発的な動き、パーンって瞬発的な動きをどれだけ長く繰り返すことができるかという能力のことを指して、僕はこの言葉を使っています。前回からお伝えしているんですが、この空手の競技に関わるスタミナっていうのに大切なのはこの瞬発力と短期回復力っていうワードで紹介してるんですが、そのスタミナに関わるこの瞬発力の部分ですね、それの瞬発力の部分を掘り下げて瞬発力のトレーニングを分類分けすると、スタミナに大切なのはこの瞬発的筋持久力っていうものになるっていう感じで、そうですね、ちょっと理解してもらえればなと思います。なんかうまく説明できてない気もするけど、すみません、ちょっと僕の説明が悪かったらごめんなさい。そんな感じでちょっと理解していただければなと思います。要はこれなんでこれが大切かっていうとですね、いくら短期回復力の方が上がってスタミナがついて動けるようになったとしても、この肝心の攻撃を出すための、筋肉が疲労して瞬発力を発揮できなかったら、結局、強い攻撃を出し続けるっていうことができないので、この瞬発的筋持久力と、短期回復力を、両方上げるってことが大切になってきます。ちなみにこれを鍛えるのは、過去に解説したことがある僕が内弟子になった時に僕の師である長谷川和之宗師に教わった内弟子トレーニングがまさにそうなっていたんですが、いわゆる低重量高回数のサーキットトレーニングでこの瞬発的な動きを高回数で繰り返すことが、これ鍛えるのにもう非常に、いいので、ちょっとここももしあれだったら、過去の動画も検索して見ていただければなと思います。ここのトレーニングに関して深掘りしていたらこれも本当キリがないので、低重量高回数で要はゆっくり、低重量高回数やるんではなく、反動をバーンって使った瞬発力トレーニングであることと、トレーニング歴がちょうど浅い人はそれをやってしまうと、この反動をつけた際に腱にかかる負担が大きいので、まずは一般的なトレーニングを行って、ある程度高重量を正しいフォームで扱えるレベルになったら、
その瞬発的筋持力を鍛える、低重量高回数のこの瞬発力を上げるためのトレーニングを取り入れていくっていう感じで、認識しておいていただければなと思います。いかがだったでしょうか。今回フルコンタクト空手という競技に特化したスタミナをつけるためのトレーニングについて、テーマを3つに絞って解説してみました。インターバルトレーニング、最大酸素摂取量の強化、瞬発的筋持久力の、向上ですね。これらの、大枠となる概念的な部分はちょっと今回の動画で簡単にお伝えできたかなとは思います。なおですね、今回の動画でお伝えしたものはもう一般的なトレーニングの方法の中で、試合に生きるものをご紹介、したので、当然空手家であればランニングなどは補助種目であり、今回ご紹介したトレーニングを、ミットとか組手メニューなどに応用して、実際に緊張感のある中で、状況を判断したりとか駆け引きをしたりとか相手の打撃をもらいながら動き続けられるスタミナっていうことが大切になってきますので、今回ご紹介したこのトレーニングの方法だったりとかテーマで解説した部分ですね、こちらをご自身の練習に取り入れて競技に特化させた、さらにいいトレーニングに変えていっていただければなと思います。なお今回ご紹介したこの3つの理論を使って僕が現役時代に実際に行っていたインターバルトレーニングとか、最大酸素摂取量を強化の、目的ごとに、分けたトレーニングを構成するための方法だったりとか、瞬発的筋持久力を向上させる具体的なやり方については僕が運営している空手家講室のオンライン教室で、特別解説版みたいな感じで作成しますので、気になる方は、そちら動画概要欄のでチェックしてみてください。僕が現役の頃にスタミナアップに大きく貢献し圧倒的成果をもたらしてくれためちゃくちゃ便利なスーパーアイテムをご紹介します。それがですね、試合中のスタミナ配分を数値化して管理できるようになるということは、僕が現役時代に本当に大きな恩恵を受けた部分で試合の勝敗に今度直結した、先ほどみたいに、192まで、心拍が上がった場合の、30秒後45秒後今回は2週にわたってフルコンタクト空手の競技特性に合わせたトレーニングをすることでエネルギーの消費サイクルなど自分の体を競技に特化させていくことで競技のスタミナをアップさせる方法について解説してきました。今回の解説を聞かれた方はわかると思いますが、このスタミナ、たった4文字、一言に集約されているスタミナという概念なんですが、フルコンタクト空手の試合におけるスタミナは本当様々な要素が絡み合って構成されているものだっていうことは今回のでちょっと理解してもらえたのかなと思います。そのため、多くの方から、質問を受けるんですが、このトレーニングだけしておけば大丈夫ですというトレーニングは正直ありません。ただし、的外れなトレーニングを、長期間行って自分には才能がないんだとか、自分はたくさんしてもスタミナがつかないんだと勘違いしている人も、正直少なくないっていうのも、間違いない事実なので、今回の動画を参考にしていただいてですね、自身のレベルに合ったスタミナトレーニングをすることで、あなたが次の、レベルにステップアップするきっかけにしていただければ幸いです。あとちょっと今回の解説をしながらもう一つ僕のスタミナの飛躍的向上に貢献してくれた大切なキーワードがあることをちょっと思い出しながら今回解説していたので、次週動画でそれがお届けできるようにまた解説をして編集しようかなと思いますので、また次回楽しみにしておいてください。あともし今回の動画を見て良かったとか勉強になったと思った方はぜひ動画のこの下にある共有ボタンをタップしてあなたの SNS でシェアしていただけたらちょっと嬉しいです。もちろんシェアされている方を見かけたら喜んでいいねボタンを押しに行きますのでぜひよろしくお願いします。これからも空手家講師の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。今回お届けするのは避けられない攻撃を出すための間合い操作術です。僕の空手の技術の一翼を担う本当に超大切な技術で、概念自体はものすごい単純なもので知ってしまえば正直そんなことなんですけど僕にとっての秘伝と言ってもいいレベルの技術なので要点などについて絶対に